公開2025年。アメリカインド太平洋軍の赤外線センサーが背景から浮かぶコントラスト領域を捉えた。星のように筋を引くその輝きを AARO は未解決と記録している。2026年7月10日、アメリカ国防総省が UFO/UAP ファイルの第4弾を機密解除した。中身は軍が記録した映像19件と文書16点だ。19件は撮影された場所も年も部隊もそれぞれ違う別々の事案の集まりだ。この動画ではその19件を1件ずつ公式の記述に沿ってたどる。画面の左上には投資番号のケース番号を表示する。すべて国防総省の UAP 調査機関 AARO が未解決と分類した事案だ。はじめは中国に近い海域で記録された6件だ。報告はすべてアメリカインド太平洋軍、公海東シナ海、南シナ海に点在している。地図の上で1件ずつ辿っていく。ケース1、2023年公開。アメリカインド太平洋軍の赤外線センサーが背景との明暗さで浮かぶ対象を捉えた。ケース2、2024年東シナ海。センサーが対象とそれを囲む複数の追尾マーカーを捉えている。東シナ海と南シナ海でもよく似た対象の記録が続く。続けて2件。ケース3、2024年東シナ海。雲の層の上を移動する対象を1分余りにわたって追尾している。ケース4、2024年南シナ海。雲を背景に対象を追う赤外線映像で一部が黒く塗りつぶされている。この海域で一番新しいのは2025年の2件だ。ここで冒頭に見せた映像へ戻る。ケース5、2025年公開。これが冒頭で見せた映像だ。赤外線センサーに星のように筋を引く輝きが映り、AARO はこれをコントラスト領域と記述している。ケース6、2025年東シナ海。この記録はおよそ5分に及ぶ。雲の層の上にとどまる対象を長い時間追い続けた映像だ。次は部隊をアメリカ本土へ。北米の防衛を担うノースコムが提出したのは7件。アメリカ東部、西部、そして大西洋の記録だ。この中にパイロットの証言記録がついた事案が含まれる。ケース7、2020年アメリカ東部。ノースコムが提出した5秒ほどの映像にブラケットで捉えられた対象が映る。この事案には訓練空域に入った対象についてのパイロットの証言記録、レンジファウラーデブリーフが添えられている。証言記録は対象をかなり小型で一定の方向へ進み続けたと記している。ケース8、2020年アメリカ東部。追尾ゲートの角度表示とともに対象を捉えた赤外線映像だ。ケース9、2020年アメリカ西部。センサーが水平線の上に見える対象を矢印で示しながら追尾している。ケース10、2020年アメリカ東部。追尾ボックスの中に対象を収めた映像だ。ケース11、2020年アメリカ西部。追尾ゲートの角度が刻々と変わる中、対象を追いかける赤外線映像だ。ケース12、2016年大西洋。海面の上にある対象を捉えた映像だ。ケース13、2020年大西洋。この映像には第4弾の中でもはっきりと形の見える物体が映っている。この事案にも証言記録、レンジファウラーデブリーフが添えられ、対象を暗いマルーン色で、高さはおよそ12から15フィートと描写している。続いてはアメリカ海軍とその特別チームが記録した3件。ここにはこの第4弾で一番古い映像が含まれる。ケース14、2015年アメリカ東部。アメリカ海軍の UAP タスクフォースが水平線際に見える対象を捉えた映像だ。ケース15、2019年アメリカ東部。アメリカ海軍が記録したのは球状の光点だ。この事案にも証言記録が添えられ、観測したパイロットは28年の軍歴で見たことのない飛行特性だと記した。小型で高速に逆の方向へ直進したという。
ケース16。1996年、アメリカ西部。これが、この第4弾で一番古い記録だ。記録したのはアメリカ海軍の UAP タスクフォースで、複数の物体が群れのように映っている。撮影から四半世紀を経た2022年に、この記録は AARO へ引き継がれた。ここからはアメリカ空軍が提出した一件だ。ケース17。2019年、アメリカ湾、旧メキシコ湾。アメリカ空軍のセンサーが水面の上にはっきりとした球状の光を捉えた。ただし AARO は、この記録について、赤外線センサーの特性で説明できる余地があると注記している。それでも、公式の分類は未解決のままだ。最後は中東だ。この地域を管轄するセントコムが提出した2件。どちらも2023年の記録だ。ケース18。2023年中東。粗い赤外線映像の中で追尾ボックスが対象を捉えている。ケース19。2023年中東。地表を見下ろす映像に赤い点で対象が示されている。これで19件の映像はすべてだ。ここまでが19件の映像だ。第4弾にはこれとは別に文書が16点含まれている。そのいくつかを紹介する。一つは比較的新しい事案だ。テキサス州のパンテックス。核兵器を組み立てるこの施設で、2015年に不明な物体の目撃が報告された。さらに古い層には、1940年代にニューメキシコで開かれた空中現象をめぐる会議の記録もある。次は宇宙からの記録だ。1996年、スペースシャトルの飛行 STS-80。地球の低い軌道で撮影された不明な物体の写真が3枚公開されている。そして歴史の層だ。1940年代のプロジェクトサイン。1950年代以降のプロジェクトブルーブックに関する文書。アメリカ政府が半世紀以上にわたってこの現象を記録し続けてきたことを、これらの文書は示している。これらもすべて www.UFO で公開されている。公開の赤外線映像に浮かんだあの星望。それが何だったのか、AARO は今も結論を出していない。今日たどった19件は、撮影された場所も、年も、舞台もバラバラだ。それでも、そのすべてに同じ一つのタグがついている。未解決、答えがつかないまま19件の記録は、www.gov に残されている。